私がこんなに出世を。頑張れば運は向いてくるんですね。でも、どうして私に？きっと重要なプロジェクトなんでしょうね。これは？耳？ミュー？ミミミミミミミューミューミミミミミミミューミューミミミミミュー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 
ミミミュウ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 メミミ。あら、迷子ですか？それとも、記憶の運命と開拓者記憶の解説を一緒にしてくれるのですか？ミミミュウミュウ。まずは今回のゲストを探しましょう。ピンクでくるっとしてて。ミミ美月なのかさんですね。メミメミ。あれ、ランハさん？メミメミ。フエンさん？メミメミ。まさか、小休先生？メミアスターさん、お久しぶりです。また可愛くなられましたね。ミュリオンさんでしたか。ようこそスタジオメミメミメミ。へ。なんて言ってるのかさっぱりですね。少々お待ちを。とりあえずお茶でも。ミミミミミミミューミミミミミミ。わかるようになりました。お待たせしました。ミュメミミ。ありがとうございます。では、お届け予定だった情報を見ていきましょう。記憶の運命のすべてをお教えします。これからの旅では、新しく記憶の運命を歩む仲間にも出会います。さらに、開拓者さんも記憶の運命の力を手に入れられるそうですよ。記憶の運命を歩む方には、記憶の精霊がいまして、記憶の精霊を召喚する人を召喚者と呼びます。召喚が重要と分かったところで、記憶の精霊を見てみましょうか。記憶の精霊は召喚者からほとんどの基礎ステータスを受け継ぎ、精霊スキルと精霊テンプを持っています。キーワードは独立。なんと、精霊スキル単独で育成が可能です。ミュミュミミミミュ。精霊スキルとテンプは単独で育成できますが、召喚者と精霊を最大レベルにするのに必要な素材数はキャラ単体と同じ数ですよ。次に一番大事なポイントなのですが、記憶の精霊は独立して戦闘に参加し、ターンやスキルがあり、敵や味方のターゲットにもなれます。精霊が攻撃を行う、または受けた時、召喚者は EP を回復しますからね。ミュミュ。もし味方に召喚者が4人いて、全員召喚したら、パーティーには、ミュミュミュメミ。心強いですね。それと、精霊が召喚、または消えるときに、特別な効果の精霊テンプが発動します。強力なものであれば、記憶の精霊を召喚して消すことで、頻繁に効果を発動させて、敵に大ダメージを与えられるかもしれませんね。ミュメミミミュ。パーティー全体で強い精霊をサポートできれば、一体で戦局を制することも。メミメミメミ。何体か召喚して畳みかけるのもありかも。一瞬で敵を倒せそうですし。ミュ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 。もしや、できちゃうのですか？ミュ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 。では、現実的な話を、開拓者記憶を見てみましょう。ミミミ。開拓者記憶は、記憶の運命を歩む氷属性のキャラクターです。オンパロスではどんな活躍を見せてくれるのでしょうか？通常攻撃は指定した敵単体に氷属性ダメージを与えます。戦闘スキルはミュリオンを召喚しますよ。ミメミ。戦闘スキルを発動した時にミュリオンがフィールドにいると、ミュリオンの HP とチャージを回復します。
また召喚された時ミュリオンは一定割合のチャージを獲得するのですよ。ミュリオンは一定速度と開拓者の最大 HP に応じた初期 HP を持っていて、自身の会心ダメージに応じて味方全体の会心ダメージをアップさせます。ミュー、メミ。ターンが来るとミュリオンは攻撃を行い、ランダムな敵単体に一定回数、その後敵全体に氷属性ダメージを与えます。メミメミミュー。チャージが 100% になるとミュリオンが即座に行動し、別のスキルが発動できるように味方単体の行動順を早めミュリオンの応援を付与するのですが、敵にダメージを与えるとき本来のダメージの一定割合分の確定ダメージを追加で与えられるのです。ミュー、ミューミュー。で、確定ダメージとは？ミュー、ミミメミミミ、ミュリー、ミュー。メミメミミミ、ミューミュー、メミー。ほー、なるほど。ミュリオンが消えると開拓者の行動順が早まります。ミュミュ、メミ。またすぐ一緒に戦えますよ。ミミ、ミューミュー。開拓者が必殺技を発動してミュリオンを召喚。ミュリオンはチャージを獲得し、即座に行動して敵全体に自分の攻撃力に応じた氷属性ダメージを与えます。味方全体で EP を一定量回復するたびミュリオンはチャージを獲得しますよ。奇跡覚醒後ミュリオンの応援を持つ味方の最大 EP 値が高いほど確定ダメージの倍率がアップします。倍率の増加には上限がありますよ。秘技を使用すると一定時間継続する領域を作り出し、敵にタイムストップ状態を付与します。領域内の敵が戦闘に入ると敵全体の行動順が遅延しダメージを受けるのです。なんと開拓者の秘技はオンパロスの一部の仕掛けにも作用するのだとか。まとめましょう。開拓者記憶の最大の特徴は確定ダメージですね。ミュリオンのチャージをため精霊スキルでミュリオンの応援を付与することで味方は行動順が早まり確定ダメージを与えられる。つまり敵により多くのダメージを与えることができるようになります。では開拓者とミュリオンの戦いを見てみましょう。開拓者が戦闘スキルを発動しミュリオンを召喚。奇跡の効果で開拓者の行動順が早まっています。ミュリオンが初めてフィールドに出た時追加でチャージを獲得。敵がミュリオンを攻撃、ミュリオンがチャージを、開拓者が EP を獲得。ナターシャが戦闘スキルを発動しミュリオンの HP を回復しました。ヘルタが戦闘スキルを発動、開拓者のテンポの効果でミュリオンがチャージを獲得して 100% に。ミュリオンが即座に行動、ヘルタの行動順を早めてミュリオンの応援を付与。ヘルタがまた戦闘スキルを発動、追加攻撃も。ミュリオンの応援があるのでこの2回は確定ダメージのオンパレード。敵と味方が順に行動。ヘルタと開拓者の EP が満タンに。開拓者が必殺技を発動しミュリオンが敵全体にダメージを与え、ヘルタも必殺技を発動し致命的な一撃。さようなら。ミュー、ミュリオンさんのおかげで早く終わりましたね。ミュー。今日は本当にありがとうございました。自宅までスタッフがお送りします。ミュミュー、ミミミミミミ、ミュミュー。ヘルタさん、私どうでした？まあまあかな。ご褒美に願い事を一つ叶えてあげる。そうですね。フクロウさんもぜひオンパロスになんて。わかった。